はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日はメイク動画になります。絶賛ね、季節の変わり目でめちゃめちゃ肌荒れしてるんですけれども、ちょっとお久しぶりになってしまったので、ちょっとだけ良くなってきたので、今日はメイク動画を撮っていきたいと思います。ということでね、今日のテーマはちょっとした話題の動画を見て50代でもできるかなどうかなと思って今日はねバブミメイクにトライしてみたいと思います。50代でバブミっていうとねちょっとね汚らしい感じになってしまいそうなので、バブっていうよりはちょっとデイリーフレッシュメイクみたいなね、そんな感じ。あんまり堅苦しくなく親しみやすく可愛らしいフレッシュな感じにしていくにはどうしたらいいかなっていうのを、私なりにねやっていきたいと思いますので、ぜひ参考になさってみてください。はい、ということでやっていきましょう。今ね私は全く何もしてなくて、もうねちょっとアレルギーがすごいので、基礎化粧品もねあんまり刺激がない、本当に水スプレーとバセリンみたいなね感じでやっております。でね、ちょっと潤い系のプライマーを塗っていきます。やっぱりねフレッシュに見せたいっていうのには潤いが大切なので、ぜひ皆さんね、肌にねあんまり刺激のないもので肌がねプルンと潤いが出るように、私は今日は事前にマルチライトマスク、カレントボディのマスクのリストアリングモード、今ちょっと鎮静中なのでそれを当てて水スプレーでコットンパックをしました。でね、今つけたのがグローレシピのこちらね、ウォーターメロンのナイアシンアミドモイスチャライジングとプライマー両方を兼ねているものです。これはね日焼け止めは入っていません。でもう見てわかるようにプルンってね、つるんって結構光がね出る感じになります。はい、ということで皆さんね、下地っていうか基礎化粧品は潤いをしっかり出しましょう。まずね、インナードライしてるとどうしてもね後からどんどんかさついてったりメイク崩れの原因にもなります。あと今回こちらねちょっとピンク系の下地を使っていきます。メイク下地ちょっとピンクっぽい光を発光するような感じのものがあったらそれを使ってください。50代になるとどうしてもねくすみがひどいので、目の周りですとかね、肌全体がやっぱりちょっとくすんできてしまうので、それをファンデーションとかベースメイクの下から発光するような感じにしていくとちょっとねフレッシュな雰囲気になります。なので今日はあんまりファンデーションを塗らずにあんまりカバーしない感じにしていきたいと思うので、下地は結構ねしっかり塗っていきましょう。下地をねで色補正ができてるとファンデーションねあんまり塗らなくても大丈夫になります。なので下地結構大事かなと思います。はい、ということでね、今日はあんまりファンデーションを塗らずにコンシーラーとかだけで部分的にねカバーをして厚みを出さないようにしていきたいと思います。それがね結構若く見せれるポイントだったりします。コンシーラーちょっとこういうクマ系のところはオレンジっぽいものがいいかなと思うんですけど、最初にねあんまりにもここにクマがねひどい人はクマを消すコンシーラーを最初に仕込んでもいいかもしれません。私あんまりね目の下のクマ気にしないのでこのままやっていきます。私はこのねくぼみ、あとこのほうれい線、あとやっぱりここがやっぱへこんできてるので、この辺のくぼみ、くぼんでるところを深くしたい、ハイライトにしたい部分を中心にコンシーラーをつけていきます。ちょっとね黄色っぽい、私黄身ベースなので黄色っぽい明るい色をつけていきます。ハイライト入れたい、上げたい、ここを隠したい、上げたい、ここをカバーしたい、あとここのくぼみを消したい、鼻を高くしたい、ここを高くしたい、あとここ
ここはねリフトアップします。ここもリフトアップします。あとこの辺も鼻周り、ここ三角ゾーンね。こんな感じこんな感じ。叩いて伸ばしていきます。これ濡れたスポンジ。どうしてもね目の上はくすんだりここが落ちくぼんでしまうので、ここはね入れたいですよね。あとここ口角がやっぱ下がってるので、その辺あとくすみもあるので、ここをこう入れることでね顔がねリフトアップして見えます。あとここの落ちくぼみ、ここもちょっと明るくすることで張って見えます。そう、シェーディングコントゥアのね逆いきます。でここはねちょっと私顎もないので顎出してハイライト、濡れたスポンジで叩くことでツヤも出るし厚づきにならないでしっかりね肌に密着してくれます。こんな感じ。やってない方、やった方、ここのくぼみがこっちの方がちょっとこうふわっとしてきてる感じに見えてるかなと思います。ということでこっちもやっていきます。季節の変わり目、どうしてこんなにね肌が荒れるんだろうね。急にね寒くなって湿度もね急に 30% ぐらいにねめっちゃ乾燥してるんですよ。だからもう肌がびっくりしちゃってんだなと思う。あとやっぱり風が強かったりして、やっぱりね大気中のゴミなんかそういうのが顔にねついてちょっとアレルギーしちゃうのかなと思うんですけど、こんな感じ。ハイライトだけを薄く伸ばしました。コンシーラーだけか。薄くベールを塗った感じになりました。ここでね、私はコントゥアこの時点で入れちゃいたいのでコントゥア入れていきます。見て、私さこの目の下の痙攣もう2週間治んないんだけど、これ動画をお休みしてたのがすごく仕事プライベートがちょっと忙しくて動画作れなかったのもあるんですけど、もうなんか目が疲れてるのかストレスでピクピクしちゃってごめんなさいね。すごいね気持ち悪いよねはい、ちょっとクリームチークみたいなねベージュ系のやつでさりげなくちょっとだけコントゥアしていきます。こうちょっとフレッシュ系にしたいので、あんまりコントゥアするとしっかりね大人顔になっちゃうので、私は丸い顔なんですけど丸くなるように、私ここをちょっと下がってるからここは隠したいけど、あんまりねがっつり隠すっていうよりはふんわりのせていきましょう。あとノーズは私やりたいタイプ。ちょっとここ入れて、今どあんまりね一本線でやらないので、ここのノーズ薄くちょっと入れてあげて、あとはねちょっと先端をツンってするぐらいな感じにしましょう。あんまりね尖らせるっていうよりは丸くねふんわりのっけてあげてください。こことここもうこの辺はねあんまりつなげない、このぐらいです。コントはこのぐらいで終わりにして、あとクリームねチークを仕込んでいきたいと思います。なぜクリームチークがいいかっていうと、やっぱりフレッシュに見せたいので、あんまりねパウダーっぽいかさついた雰囲気にしたくないので、なるべくね下からじゅわっと浮き出てくるような血色感を出したいということで、メイクアップフォーエバーのクリームパレットみたいなね、これねあるんですけど、クリームパレット、これの赤かピンクかこの辺をちょっと混ぜてうっすら血色入れていきたいと思います。今回はねこういうスポンジで取って血色なのでね、気持ち赤っぽいのをちょっとだけ薄く入れとこうか。あんまりねピンク私ちょっと顔の色がブルベじゃないので、
ピンクすると逆に浮きそうな気もしなくもなきにしもあらず、ほんと気持ち入れて下地にね、この頬の高い位置にふんわり、あとちょっとこのノーズのこの辺に入れていきます。この辺のシミはちょっと後から消していこうかな。そう、何事もね、なんか後からやっていきたいかなと思います。あとちょっと顎先とピンクでもいいですけど、私はねちょっと色がねあんまりピンク系じゃないので、こういう感じでほぼファンデーションは塗ってない感じでもちょっとねカバーしてコントアをしていきました。アイシャドウ塗ってきます。アイシャドウはね、私最近ちょっとベースにクリーム系のスティックのねやつを使って色をのっけてパウダーのアイシャドウをかけるっていうのが好きなんですよね。あんまり色のついてないやつね。で今回このナーズのねちょっとピンクっぽいこれを使っていきます。こういう色、シャンパンピンクみたいな。ちょっと上までいけますよ。結構上までいきますよ。薄く伸ばしていきます。これをね結構眉毛の下ぐらいまで下から上に広げていきます。本当にね、やっぱりこの辺に血色がないのがすごく老け見えしちゃうポイントだと思うので、恐れずに結構眉毛のね下ぐらいまで塗ってっちゃいましょう。どう？あんまりだってそんなにやってるって感じしなくない？これぐらい、ほらちょっと血色出たね。でその上からちょっとしたピンク系の色を入れていきたいと思います。あんまり濃くしたくないんだよな。であんまりパールもしたくないので、ちょっとまとめな、これにしよう。また前回と同じやつ、これのこのちょっとピンクベージュっぽい薄い色、これを下から上にちょっと重ねるような感じで入れていきます。これもね薄いからといって今クリーム塗ってるから結構ついちゃうので、こういうところでね一回こうトントントンとして調整してから、下から上にこうフフフフっとフフフフっとこうフフフ、下から上にねこういう感じでワイパー塗りっていうんですか、していきましょう。そうすると最初に塗った方がね濃くなって、だんだん上にねこうワントーンでグラデーションをしていけるので、こういう感じにしましょう。もうそうするとこれだけでね、下がここが一番濃くて上にねちょっとずつ薄くなっていく感じになりました。下も塗ろう、同じ色で。下もぶと後でちょっとこの辺キラキラさせていこうかな。私はもうあんまりここ二重の部分ねグラデーションで濃くしたくなくてもこれだけで十分かなと思うので、でもちょっと目尻足したいよっていう方は本当にちょっとしたこれぐらいの、これよりこっちぐらいの色でちょっとだけ、本当にちょっとだけ、もうほんとこのぐらい。思ったよりちょっとベージュになっちゃった。はい。でピンクっぽいラメをね塗っていこう。でフレッシュにしたいのであんまりがっつりね全部に塗るっていうよりは、ポイントでラメをね塗って目の立体感をつけていきたいと思います。こちらディアダリアさんですけど、こちらのピンク系の色を指で取って真ん中にだけチラチラチラ、あんまり広くね塗り進めず、真ん中二重中心に真ん中にだけチラチラチラ、このぐらい目がねちょっとこう開いたり閉じたりする時にキラキラってするような感じ
でこれをね同じ目の下にねちょっとだけ入れていこうかな。これはちょっと指で入れるの結構きついので、細い筆2個取って、ここにね目の下ちょっとだけ入れます。あんまり入れるとわざとらしいので、本当にそうするとね、なんとなくこう目をねパチパチするたびにキラキラってする感じでね、ちょっとフレッシュになるかなと思います。わざとらしいね涙袋メイクみたいのが私があんまり好きじゃないので、これぐらいでね、ごめんね、ピクピクしてる。これぐらいでいいんじゃないでしょうか。はい、ということで次はアイラインをこの間やったみたいなね風にスタンプでやっていきたいと思います。またこの色味を使っていきたいと思います。何系でもいいんですけど、ピンク寄りの茶色がいいかなと思います。それがね目元をね柔らかくやっぱり見せてくれるので、ということでね、またスタンプしていきましょう。チュッ押す。これねちょっとだけスタンプして、外っていうよりはもう中側のほんとこのね毛の隙間を狙ってスタンプねして、目尻だけちょっと上から重ねて、このスタンプに厚みをね持たせましょう。いいんじゃないね。ほら、反対もやっていきましょう。ほら、こんな感じです。私はちょっと目尻を出すのが好きなので、もうちょっと目尻ね出していきます。こんな感じ。マスカラ塗ります。マスカラもフレッシュにしたいので、真っ黒っていうよりはブラウンとかね、やっぱピンク系の色がいいんじゃないかなと思います。でね、目もしっかり開けていきたいので、しっかりねまつげを上げていきましょう。ね、ガツッとね根元から折れてしまうよりは、しっかりねこうカーブをつけてこう上げていくような感じでね、何回かタン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 、こう何段階かね、一発決めっていうよりはちょっとずつずらしながらこうやっていくと上にねくるんっていきますと、上がったね、上がりました。はい、それでは皆さん自分のお気に入りのねマスカラを使っていただいて大丈夫です。私はまた魔女のこれを使います。でこれをね、マスカラも一方向にこうやってこれだけじゃなくて放射線状にちゃんとこうねいくように、ここは上だけでいいですけど、こっちはこっちにこうちゃんと手首を返してね、こっちはこっちで手首を返して放射線状にね伸ばしてあげましょう。であんまりねダマダマで太くっていうよりは細くでいいんで、一歩一歩をねしっかりコーティングしてあげるような感じでねやりましょう。どうね、結構広がったね。こういう感じで、なんかほらバブミーメイクみたいなのだと、ね、タバタバにするみたいなね人もいるんですけど、若い人はねそれでもいいかなと思いますが、50代過ぎてタバタバになってるとね、それはそれでちょっと大人の気品みたいなの失われて見えるような気が私はするので、個人的な意見ですけど、私は一歩一歩ね細くても綺麗にね放射線状にしっかり広がって、一本一本が綺麗にねセパレートして長くまっすぐ伸びている方がフレッシュに見えるかなと思います。そしてあんまりやりすぎない、それが一番いいかなと思います。はい、こんな感じで
でですね、眉毛はね、ふんわりとやりすぎないけど、あんまりね、ふわっとしすぎもなんか頼りない感じになってしまうので、まずね、ちょっと一本一本をしっかり向きをね、きちんと慣らしていきたいと思います。ギャッツビーの、眉毛整えるやつがあるんですけど、こちらでやっていきたいと思います。毛流れをね、しっかり整えて、流れができると、それだけでね、毛の広がり、それだけでなんか広がってね、しっかり太さが出て見えるので、足りない部分を足していきます。眉毛ね、パウダーでもいいですよ。ふんわりね、のっけていきましょう。まずね、私は下ラインをちょっとまっすぐ、下ラインをまっすぐ出したい。私ね、カーブしてるんですよ。結構ね、こうカーブしてるから、なるべく下ラインを、でここからこっちにつなげるような感じ。あんまりこのカーブを強調したくない。こっちも特にここないから、ここを出してまっすぐにして、ここもないので、こっから眉毛が一番難しいよね。皆さん左右で眉毛違うでしょ、やっぱり。で、自分で見てると余計わかんないんだよね。で、眉毛の、アートメイクみたいなのもあるから、今は気軽にね足せると思うんですけど、眉毛も流行り廃りがあるので、一生消えないようなすごいアートメイクをしちゃうとほんとね大変。私もこれね、この辺赤いんですけど、これ8年ぐらい前に入れたアートメイクがまだね色がちょっと残ってて後悔をしております。こんな感じで、パウダーでね、眉頭なんかをエクセルのこちらのねでちょっと眉頭を足して、これほんと優秀よね。で、眉尻の方をペンシルの方でちょっとこう足して、あんまりねしっかり眉毛描いちゃうとしっかり大人顔になっちゃうので、それでも眉尻だけはねちょっと整えてあげないと頼りない人になってしまうのでね、こんな感じです。でもし本当にない部分みたいのがある人は、こういうね細いやつでちょっと足して一本一本ね描くような感じで、私ここがないのでこんな感じです。帰ってきた。で、私ね、あんまり眉毛マスカラとかしないタイプなので、このままいきたいんですけど、もしね、眉マスカラされてる方は、ここでね、眉マスカラしてなじませてあげてください。はい。では、肌のこのあらをね、隠していきましょう。今更。最終的にね、どこ隠したいのかなっていう感じでね、私はこのね、大きいシミをちょっとね、隠したいかなと思います。でね、お手持ちのコンシーラー、ちょっとこういうね、細い筆に取って、ほんとちょろちょろっと、あんまりね、いっぱい面で隠さないで、こういうのでね、ちょんちょんといっぱいついてて。ちょっとだけ大きいのだけ隠してあげましょう。私はもうこのシミとかもね、別にもう大人なんであって当たり前なので、無理にね隠さなくてもいいかなと最近は思っております。なのでね、ほんとこうモザイク系でちょっとごまかすみたいな方法が一番ねいいかなと思います。がっつりね隠さない。もしねこのクマ
とかが気になる人は、クマはオレンジ系で隠してあげるといいです。で、がっつりここをね全部隠すっていうよりは、ここのね境目、ここが一番目立つので、ここをちょっとオレンジ系でこう隠してねあげましょう。この辺はもう本当に指でアウトラインをちょっとこうぼかしてあげるような感じ。あんまりねこうスポンジでバンバンバンってやっちゃうと本当全部またどっか行っちゃうので、ちょっとメインのところを隠したい部分のアウトラインをちょっとねこういう指でぼかしてあげるような感じで、指がねちょっと的確にいけない人はちっちゃい筆でねちょっとぼかしてあげてもいいかもしれません。こんな感じ。イエスでパウダーをしてもいいですし、私カピカピなんでねパウダーしなくてもいいかなと思ってるぐらいなんですけど、もしねパウダーする方、ここで部分的にパウダーをします。エレガンスのこのねマルチカラーみたいなやつ、パフでね軽く取って、ちょっと崩れそうだなって思われる部分にだけこう作っていきましょう。このぐらい、これだけでいいです。あんまりねやっちゃうと本当に顔が粉々になっちゃうので、粉々にはしたくないので、ここで私はチークを先に入れてハイライトを最終的にねやっていきたいと思います。チーク今回どうしよう、ピンク系がいいんだよな。ピンクっぽいのちょっとこれをつけてこう、シャロット・ティルブリーのファーストラブをふんわりね、ちょっと上から、ほらなんかわかる？こっちとこっち違うのね。ちょっと高いところからこの目の下のクマも一緒に、この辺一帯、この辺が全部ちょっとうっすらピンクになるような感じ。ここも含めもうこの辺ぐらいに入れちゃう。そうするとちょっと中顔面がね短縮される感じになると思います。こんな感じ。もうここだけにビンって入れるんじゃなくて、ふんわりね、もうこの辺全体が血色が良くなる感じに入れていきましょう。もうチークはそこまで入れない、もう広く薄く入れる感じにしました。でハイライトをねちょっと入れていこうかな。ちょっとツヤっとするツヤ系のこういうのか、もしくはバーム系のもうこういうやつ、これでもいいよね。ちょっとツヤ感出してみようか。こんな感じ。本当に高い部分にツヤっとね、最後にちょっとバーム足してあげるのもいいかもね。そうするとコナのチークを足したので、そこにね最後にバームで生きたツヤを出していくといいと思います。おでこが光りやすい、油っぽくなりやすい人はここはねこういうお粉のものでもいいかもしれません。私はもう全体的にあんまりオイルが出ないタイプなので、あとこの辺ねハイライト、あと目のところ入れましょう。ここ大事。生きた目を作る。これね筆でちょっと取って、このねここにふわっとこうちょっとだけふわっと入れてあげましょう。こうするとなんか目が生きるよね。もう私とかもそうなんですけど、白目が濁ってくるので、こういうねちょっとした光をね入れてあげるのはすごく大人にはいいかなと思います。でもやりすぎると結構痛いので、ツヤだけ、色っていうよりはツヤだけ入れてあげましょう。ちょっとキラキラ本当に足したいっていう人はちょっとだけね、これもちょっとだけ、本当に気持ちあるかないかぐらい。はい、このぐらいです。で眉毛の下とかねハイライト入れるのか入れないのか、あんまりね眉毛をはっきりとさせたくないので、あんまり今回は入れません。はい、これぐらいでリップをやっていきましょう。リップも潤いを足して、まずねしっかり潤いを
もうカッサカサなのよ。なんか私のアレルギー、季節の変わり目のアレルギーはもうこの辺のあれと、あとね、ほんと口周り口角炎とかできちゃうんで、もう大変です。ちょっとベージュ系のリップラインでここちょっと三角に取ります。で外にちょっとここの山はあんまりね取らない。ここまっすぐって感じ。まっすぐ三角、ここ三角ね。でここまで取らない。ちょっとこんな感じ。ここ富士山描いた感じで、下もこんな感じでちょっと下ね、こんな感じで、もしねここブリンってしたい人はここまっすぐちょっと入れてみましょう。こんな感じ。怖いね。でこれをぼかします。内側にちょっとぼかしていく。これをもうこれだけで結構ブリンってしてるんですけど、ちょっとこれだとダークなので、ここでピンク系のリップライナーで中側をねちょっと色入れてきます。この時ね結構ここをね入れてあげるとちょっとこう口角がね上がって見えるので、これでぼかします。こうするとこのリップライナーの色だけでほぼ唇が整ってしまうので、これだけでね結構取れにくいリップの土台ができると思います。すごいねブリンってするんだよね。これだけでねリップグロスつけるだけでもいいんですね。ここだけなんか口紅につけるとさ老けない？リップグロスを外側ここの高い部分だけにちょっと塗ってあげると、あんまりね角がベタベタしなくていいし、私よく歯紅しちゃうんですけど、歯紅にもねなりづらい。なんか口紅塗った瞬間に顔がすごく老ける。なぜなんだろう。なので今回ね口紅塗りません。2色のリップライナーだけで塗ってみました。そうするとなんとなく自分のリップの色みたいな感じに見えない？リップ塗ったよりナチュラルよね。でこのねちょっと上はみ出て描いたので、ちょっとぽってりねしても見えます。こんな感じです。もうねこの辺のシミとかはそばかすみたいな感じで活かしで、目元も本当にヌーディーカラーだけど下から血色をね出すみたいな、そんな雰囲気です。ちょっとだけキラキラをね足すことで白目の輝きが濁っている私たち世代に輝きを出せたかなと思います。でハイライトとかもねそこまでしっかり入れておりません。アイラインもねこのぐらい、この間やったスタンプの感じでやってみました。でリップも口紅をね塗らず、今回ねファンデーションも塗ってないから、ファンデーションもリップも塗ってなくてリップラインだけでね、元々の口の色がこうだよぐらいな雰囲気になったんじゃないかなと思います。ただねちょっと色付きのグロスを塗ってますぐらいの雰囲気にしてみました。遠くだとこんな感じ、ナチュラルなフレッシュメイクになったんじゃないでしょうか。ということでね、
なんか仕上がりがこんなターバン姿ですけれども、こんな感じで、50代のねフレッシュメイクやればやるほどなんかやりすぎちょっとね似合わない感じになってしまうので、どう引き算するかがよりフレッシュにね見えるポイントかなと思います。ということでね、よかったら真似してみてください。この動画が役に立ったと思ってくれた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よかったら配布ボタンも押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。